介さんはもう身も心も甲斐の方？それ、御大将の前ではおっしゃらない方がいいですよ。あれから大変だったんですから。まあそうなったからこそ父母様と手を組んであんなことになったんですけど。それは何とも言えませんけど。あ、御大将には内緒ですよ。本隊はひとまず北条と斎藤に任せて海津城に。私たち武将格だけがこちらに招かれました。ええ。けれどここが音に聞こえたつつじヶ崎館なんですね。この間までどうやってここに攻め入ろうか考えていたのに、今はこうして客人として見上げているなんて不思議な気分です。健介にとってはそう珍しいものでもないでしょ。越後に来た時だってそんなこと言ってたじゃない。御大将、別に友になった覚えはないわよ、あんなやつ。それは光次第でしょ。少なくとも私からあいつに喧嘩売るつもりはないわよ、今のところね。はあ、御大将。やーやー、こんなところに嫌がりましたか。出たわね、天球。久しぶりで上がりますね、ミク様。春日山以来で上がりますか。つつじヶ崎館を見上げるよりも、あんたと味方同士で顔を合わせることの方がよっぽど違和感あるわ。そんなに褒め上がるなですよ。別に褒めてないし。ね、何？光が川中島の続きでもしようって？もう御大将はすぐそういうことを。姉上は戦後の処理で忙しいで上がりますよ。なのでしばらくは夕霧がミク様たち長尾勢のお世話を。却下。なんですと？あんたのその口調で世話されるなんてまっぴらだわ。もうちょっとマシなのはいないの？いや、夕霧がミク様たちを一番知っているだろうからという姉上の指示だったので上がりますわ。それって一番因縁があるってことの裏返しでしょ。確かに水に流すとは言ったけど、すぐにはいそうですかと仲良くするつもりはないわよ。御大将。ならばあの二人も兄上だから気にならないだけで、言う時は結構嫌がりますよ。それに薫は健介隊の世話をさせたいで上がります。春日も軍回りの仕事で忙しいで上がりますよ。
ば天球殿、なんで上がりますか？飛び加藤が会で世話になっていると聞きましたが、まだ元気ですか？ああ、加藤ならとっくに春日が追い出したで上がりますよ。あら、そうなの？あれは優秀すぎたで上がりますよ。そこまでは良かったで上がりますが、その100倍怪しかったで上がりますから。ああ、わかるわかる。あいつ怪しいわよね。まったくもって。我が国の将の10人中10人が、あいつは裏切りやがると断言しやがってましたからね。そうで上がりますね。兄上を見て、我が国の将の10人中10人が、あいつは垂らしやがるって断言するのと、同じくらい怪しい感じで上がりますかね。むしろその発言も聞き返したいわよ。で上がりますな。で、あんたは結局何しに来たの？世話係の挨拶だけならもういいわよ。ああ、そうそう。部屋の支度ができたで上がりますよ。ついてきやがれです。あきこ、聞いておいて。何ですと？私ちょっと散歩してくる。ちょっと、御大将？いくら賓客とはいえ、この状況でお一人での外出は許可できんで上がりますよ。だったら健介がいるでしょ。健介は甲斐の棟梁の夫なんだから、健介がお目付け役なら文句ないわよね。ああ。兄上に何をする気で上がりますか？別に何もしやしないわよ。健介は私の夫でもあるんだから。行くわよ、健介。私がいいって言ったんだからいいの。御大将はああなったら聞きませんし。仕方ないで上がりますね。兄上、あまり変なところには連れて行かないでほしいで上がります。すみません。お願いします、健介さん。まったくもう。大変でやがりますな、秋子殿も。分かっていただけますか、天球殿。何？文句あるの？別にいいでしょ。ちょっとつつじが先館に入る前にジョーカーを見て回りたかっただけよ。何？言いたいことがあるならはっきり言いなさいよ。ええ。健介は甲府の城下は？ちょっと散々お目付け役とかなんとか言っておいて、それ役に立たないわね。聞こえない。いつ私がそんなこと言ったのよ。何月何日何時のそこのお寺の鐘が何回鳴った時？
ればいいのよ。何をどう任せろって言うのよ。その経験を信じるしかないのか。期待薄ね。行ったら連れて行ってくれるの？うわ、本当に役に立たない。別にどこでもいいわよ。ちょっと歩きたかっただけだし。そうね。迷わないようにしなさいよ。昨日の今日でそんなに変わるわけないでしょ。当面の分程度は落ち着いたけど、相変わらずよ。そんな状況だからよ。おたての時の手勢もまだ残ってたし、もう一度兵を集めてってするより早いでしょ。春日山よ。二人とも健介に会いたがってたけど、今回は留守番。会いたかった？いずれはそうも言っていられなくなるでしょうけどね。そんな1年も2年も離れてたみたいに言わないでってば。この間健介が見た時と一緒よ。アキコが人の話聞かないって頭抱えてるわ。いろいろありすぎたのは私たちも同じよ。正直春日山を取り戻すまでよりも時間が経ってる気がするわ。いろいろあるって最初に言ったのは健介でしょ。やめましょう。別にあなたと口喧嘩するために甲府まで来たわけじゃないのよ。何？そうだったかしら。よりにもよって初めての街歩きが武田のお膝元とはね。本当に不思議。戦後の春日山に堂々と入ってこられる誰かさんほどずぶとくはないつもりよ。あら、私は別に天誅だなんて言ったつもりはないけど。そういえばここってどこなの？なんとかなるって言ったのはどこの誰よ。相変わらず適当なやつ。当てにならないわね。和葉様だってもうちょっとまともに今日の案内してくれたわよ。ええ、和葉様おすすめの。あら、健介も行ったの？ええ。
呆れてるみたいだけど、どっちもあなたの奥さんですからね。お兄ちゃん、ミク様。あれ、光じゃないわよね。どうしたのお兄ちゃん。ちょっと買い物に来たんだけど、ミク様とお出かけ？ほー、どこに行こうと思ってたの？ミク様、どこか行きたいところはありますか？どこでもいいの？軍や会の秘密に関わるところはダメですけど。ちゅー、なら金山は無理か。最近甲州の金がよく取れるようになったって噂を聞いたのよ。新しい鉱脈を見つけたのか、それとももっと金を効率よく取る方法があるのかって思ってね。金山ならミク様のところでも鳴海の経営は順調だと聞いていますけど。なんで知ってるのよあんた。それはまあ足長娘の妹ですから。というわけで、金山はありますけど秘密の場所なので、そこはお姉ちゃんの許可がないと案内できません。ごめんなさい。そんなの分かってるわよ。行ってみただけ。はい、そうだと思ってました。食えないやつ。確かにあの光の妹なだけあるわね。多分お兄ちゃんでも難しいと思うよ。私も名前は聞いてるけど、どこにあるのかは教えてもらってないし。席？それはまあ、席はたくさんあると思うけど。そうだ、ミク様。夕霧ちゃんから長尾家の皆さんのお世話をするように言われたんですけど、お夕飯のご希望とかありますか？あなたが？大丈夫だよ。こういうお仕事は得意だし、心も手伝ってくれるから。勘弁して。あんたや内藤に世話されるくらいだったら、まだあの出上がりますの方がマシだわ。そうですか？じゃあ夕霧ちゃんにそう伝えておきますね。よろしく。それじゃあお兄ちゃん、迷ってるならこの道をまっすぐ行ったら御台川に出るから、そこに行ってみたら？暗くなる前には戻ってきてね。あれが光の影武者なのね。悪い子だなんて言ってないわよ。けどなかなかの食わせ者ね。何より光と同じ顔でああ振る舞われると、なんだか調子が狂って仕方ないわ。ええ、今度は迷わないようにね。この辺りも位置なのね。春日山とは随分町の雰囲気が違うと思ってね。尾張や近江とも？兄
京や近江は三国でしょ。そういえばそうね。塩もあんまり売ってないのね。隣国で海に面してるのは北条だけか。笹子峠も難所と聞くわね。何か言いたそうな顔してるわね。塩なんていくらでもあるから別にいいけど。そうね。そういうのは健介じゃなくて光に直接お願いしますって言わせたいわね。冗談よ。健介の頼みなら考えてあげてもいいわ。でもただじゃ嫌ね。健介にもそれなりの誠意を見せてもらって。即答？別に健介の頭なんか下げられても嬉しくないわよ。それに国持ちの夫がそう軽く頭なんか下げるものじゃないわ。教授があるんだかないんだかわかんないやつね。相変わらずうさんくさい。まあそうか。じゃあどうしようかしら。こんな軽い頭を下げられても全然面白くないわ。そうすぐに思いつくわけないでしょ。そうだ。ちょっとお腹すいたな。あそこのお店のお団子、なんだかすごく美味しそうに見えてきたんだけどな。お腹がいっぱいになったら今の気持ちもちょっと変わるかもしれないわね。誤解しないでよ。私は光に頼まれたらうんって言うだけだし、塩の流通を許可するだけで対価はちゃんといただきますからね。